でちょっと魚介もぷっくりしてきました。でレモンの香りも立ってる。そしたらムッティのトマトピュレが入ります。茹で上げたパスタをそのまま和えるだけ。もうこれで。はい、こんにちは、シェフのホイユです。今日はペスカトーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、シーフードミックス、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、味噌、白ワイン、レモン、ムッティのトマトピュレ、オリーブオイルです。はい、それでは今日は僕がイタリア時代からずっと愛用し続けているムッティさんとのコラボ企画第2回目です。おかげさまで前回ムッティのファインカットトマト缶を使ったパスタ動画が大好評だったので、今回はムッティのトマトピューレを使った美味しい具沢山のパスタを作ってくださいというリクエストをいただきました。なぜ今回ペスカトーラを選んだかというと、ムッティっていうのはイタリアの数あるトマトメーカーの中でも格式のあるブランドの一つなので、それに見合ったパスタ料理を考えた時にイタリアの伝統的なパスタといえばペスカトーラが思い浮かんだので、このパスタにしました。ムッティといえば僕の動画の中で約5700万回再生されているトマトペーストを使ったパスタ動画が皆さん一度は見たことがあるんじゃないかなと思います。今回は僕が動画で初期の頃からですね、ずっとおすすめしているこの瓶詰めされたパスタタイポモドーロを使った絶品のパスタ料理をこれから早速作っていきます。はい、それではまずはこの冷凍のシーフードミックスの美味しい戻し方をやっていきます。でまずボウルにこう水を張って、で水に対してですね 3% の塩、海水ですね、海水ぐらいの塩を入れて、そこに凍ったこのシーフードミックスを入れて、でこの状態でですね、常温のままでだいたい30分から1時間ぐらいしたらこのミックスがですね解凍されるので、解凍されたものがこちらになります。で塩水で解凍させるとですね、解凍させた後に身がですねそのまま解凍させるよりプリッと仕上がります。プリッと仕上がって、ここにですね下味がついているので魚介の味も抜けなくて本当に美味しくできるので、海水で戻してみてください。でこの冷凍のシーフードミックスっていうのはどうしても臭みが残るので、その臭みの原因っていうのがこのエビの背わたの部分なので、ここをまずは掃除していきます。ではもう背中にちょっと切り込みを入れて、あとはこのままピュッピュッと外すとこういう背わたが取れるので、これを全部外していきます。で次にこのイカはそのままで大丈夫です。あともう一つ、臭みの原因になってくるのがこの冷凍のアサリですね。でアサリはこうむき身になってると思うんですけど、一番冷凍して解凍した時に臭みの原因になってくるところがこのアサリの細かいんですけど中心の部分、ここが胃なんですね。なのでこの胃の部分はやっぱり魚の内臓とかもそうですけど臭みの原因になってくるので、ここはちょっと細かいですけどこう削ぐ、この状態です。この真ん中の身の中心の部分ですね、この黒いところを外します。で今掃除したこの魚介は一回ボウルに入れておきます。で次に基本的なアーリオオリオエペペロンチーノのベースを作っていくので、ニンニクですね。で中の芯だけ除いて、で今日ニンニクは細かめのみじん切りに切っていきます。あとイタリアンパセリはもう茎ごと刻んでいきます。でちょっと粗めで、あと今日のパスタ重要なウェイトを占めているのがこのレモンの皮の部分をワンピール使っていきたいので、ピーラーでですねちょっとこのギザ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 ってすると、そうすると見てください、裏の部分ですね、白い部分つかないですよね。これ綺麗な掃除です。でこのワンピールやったものを今日は刻んでみじん切りです。
でこの刻んだレモンの皮を先ほどボウルに入れたこの魚介の中に加えます。でレモンが入ったらあとはオリーブオイルです。この魚介をレモンとオリーブオイルですね、こうマリネする。でこのひと手間をやるともうですね、掃除してだいぶ臭みは抜けてるんですけど、レストランのペスカトーラに大変身します。今回使用しているムッティのパスタタイポモドーロトマトピュレなんですけど、イタリア語で訳すとこしたトマトっていう意味で、一流の農家さんから完熟されたトマトのみを使用してこして裏ごししてそれを濃縮して作られています。味の特徴はですね、ホールトマトのような酸っぱい酸味は一切なくて、分かりやすくて短時間で美味しい料理を作りたい人におすすめの調味料です。はい、まずはオリーブオイル加えて、で細かく切ったニンニクと、あと唐辛子、辛みはですね、アクセントにしたいので今日このままで加熱を始めていきます。でまずふつふつするまでですね、いつも通りに加熱していくんですけど、今日オリーブオイルの量少ないと思わないですか。これはマリネした時にオリーブオイル使ってるので、その半分ぐらい、今大さじ1杯ぐらいしかまだ入ってない状態です。はい、それではフライパンの中ニンニクが加熱されてふつふつなったので、そしたら火をごく弱火にしてじっくりとここで 4,5 分ですね、ニンニクの香りをしっかりと出していきます。はい、まずは今日初めにパスタを茹でていくんですけど、今日は 1.7 ミリのテフロンタイプのパスタを茹でていきます。で塩分濃度は2リットルに対して 30g の 1.5% 入った状態で、今日はですねちょうどいただいたナポリのパスタペズロを使っています。はい、それでは今 4,5 分ですね、しっかりとニンニクの香りが出たので、ここでマリネした魚介が入ります。でこの状態で火を中火ぐらいにして魚介を炒めていきます。でここでですね、今も軽く炒めただけでニンニクオイルの香りしっかり出てるんですけど、レモンの皮がですねもう香って最高にいい状態です。これがですねペスカトーラなんですけど、ちょっと南イタリアの、今回ナポリのパスタも使ってるってことはありますけど、すごくナポリの香りがします。でちょっと魚介もぷっくりしてきました。でレモンの香りも立ってる。そしたらイタリアンパセリが入ります。でイタリアンパセリが入ったらまたここで炒めます。そうするとレモンとパセリの香りが香る、もうこの状態最高の状態です。でさらにですね白ワインが少量入ります。で中火で詰める。で今白ワインが煮詰まって魚介のうまみが最大限に引き出されました。そしたらムッティのトマトピュレが入ります。でムッティのトマトピュレが入ったら、もう今この魚介のですねうまみの出汁があるので、これを基本的にもう混ぜるだけで大丈夫です。でこれはもうムッティのトマトピュレはですねそのまま食べても本当に美味しいので、合わせるだけで、これだけでも美味しいんですが、今日はプラス1の仕事、味噌が少量入ります。でこれは本格的なペスカトーラを作った時にだいたい有頭エビでやるんですけど、その有頭エビの味噌の部分のコクですね、これはなくてももちろん美味しいんですけど、これがあるとまたですね一味奥行きのある味わいになります。はい、麺が湯がったので合わせていきます。で最後にもう今日は茹で上げたパスタをそのまま和えるだけ、もうこれで最高に美味しい状態が作れたので盛り付け焼いていきます。はい、これでペスカトーラの完成です。はい、いただきます。うまそう。
皆さんこれはですね、冷凍のシーフードミックスを使ったって言われないと分かんないぐらいレストランクオリティのペスカトーラが完成しました。ムッティのこのトマトピュレ自体ですね、何もしなくても美味しいので、まずは調理に入る前にですね、一度味見してその美味しさをですね実感してみてください。このムッティのトマトピュレはですね、僕なんかは秒で消費してしまうので余らせる心配っていうのはしたことがないんですけど、この僕の動画を見てパスタ作って他の料理何に使えばいいか分かんなくて、冷蔵庫で眠っちゃってカビが生えてしまったという方はですね、洋食ととても相性が良くて、スパイスカレーとかハヤシライスとかビーフシチューとかのベースに使ってもとても美味しいですし、ハンバーグとかのソースをこのムッティのトマトピュレを使ってバジル加えてチーズハンバーグなんかにしても最高に美味しいですし、あとはオムライスのケチャップライスをですね、ケチャップの代わりにこのトマトピュレもいいですし、あとはミネストローネとかスープ類にですねこのトマトピュレを入れると奥行きが出て本当に美味しい料理になります。あとは僕が今まで動画にしてきたシンプルなトマトパスタにこのトマトピュレももちろん相性が良くなっているので、気になる方は概要欄をぜひ見てみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタなんですけど、間違いなく最高なパスタ料理に仕上がっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。